弁理士がオリジナルバイクパーツを作る物語。バイクを低く、前後のフェンダーを短くカスタムしていくボバースタイル。その系統にインスパイアされたファットボバースタイルを確立していきます。僕は弁理士っていう仕事をしてますけれども、前々から物販っていうのに興味があって、そんな中で特にこのバイクのカスタムに興味がありました。そこでこのバイクのミラーっていうのを作って売ろうというところから、このバイクのカスタム、そして YouTube の配信っていうのを始めようと思ったんですけれども、やってるうちにだんだんとバイクのカスタムが好きになって、大学時代からずっとバイクのカスタムっていうのが好きだったんですけども、当時のその少年の気持ち、そういうのが蘇ってきて、楽しくこのカスタムっていうのを始めることができました。レース車両のエリミネーター、ガレージに搬入するところからカスタムライフが始まりました。駆動で放置していたので、まずは空気を入れたりエンジンがかかるか確認したりしました。次にミラーの交換です。クロムハーツのような十字架のデザインを施したメッキミラー。今から本格的な作業に入っていきます。作業着に着替えて気持ちが引き締まります。車体をリフトアップしてパーツを取り外していきます。まずはリアフェンダーを取り外しました。テールランプやウインカーの配線も取り外します。タイヤがむき出しになりました。ボバースタイルのイメージが膨らみます。リアサスペンションの製作に入っていきます。最終的には超低重心のバイクに仕上げますが、既製品を一旦取り付けてリアサスペンションのイメージを確認しました。タイヤを取り外していよいよ本格的な作業です。ワクワクが止まりません。リアタイヤを太いタイヤに付け替えます。タイヤを変えるだけでもイメージが変わります。タイヤとリアフェンダーのクリアランスを確認するためにリアフェンダーをカットしていきます。慣れない工具でしたが簡単に切断することができました。超低重心のボバースタイルのイメージが膨らみます。パイプをカットしてリアサスペンションを製作していきます。いよいよ溶接作業も始まりました。車高調整機能付きのリジットサスを製作しています。リジットサスの骨組み部分が完成しました。最終的には太いリジットサスに仕上げます。次はリアのフレームを切断して CC バーの製作に入ります。パイプを熱で曲げて CC バーを作っていきます。左右対称に曲げるのに苦労しました。CC バーと並行してリアフェンダーも製作していきます。CC バーは曲げたパイプを溶接して完成させていきます。スイングアームに CC バーを直接固定することにしました。思い描いていたものが形になってくると自然と笑顔がこぼれます。ボバースタイルらしいイメージになってきました。
パイプから CC バーを製作する作業は本当に難しくて苦労しました。取り付け位置やタイヤの幅、全体的な長さも全て考えてバランスの良いデザインにしなければなりません。左右対称に作らなければならないため、切断も溶接も慎重に作業を進めました。リアフェンダーも CC バーに合わせたデザインで進めていきます。ヒートガンや樹脂を使ってかなり本格的な DIY の作業でした。一旦組み付けてみるとかっこいいスタイルになってきています。リアフェンダーを取り付けるための金属フレーム作りに入っていきます。鉄板を曲げてリアフェンダーの湾曲に合わせていく作業です。ミラーに合わせて十字架のデザインで金属フレームを作ることにしました。CC バーと金属フレームの取り付け位置の調整には時間がかかりました。金属フレームに穴を開け、CC バーにも穴を開けていきます。金属フレームと CC バーを固定して十字架デザインの金属フレームに形を仕上げていきました。今回のカスタムの思い出なんですけど、まず第一に思い出すのがやっぱり今回あーちゃんと一緒にやったことです。大学時代僕はバイクを改造してた頃、その頃からあーちゃんとは知り合いで、当時のその仲間と一緒にこうやっていじることができたっていうのは最大の思い出です。その中でやっぱりいろいろ苦労がありまして、特に難しかったのがリアフェンダーのフレームを作る部分ですとか、フェンダーを作る部分、あとシートも大変でしたし、これきりないんですけれども、本当いろいろ大変な作業を一緒に2人でアイデアを出し合うことですごくスムーズにできたのがすごく印象的でした。すごく楽しく作業することができました。十字架デザインの金属フレームに装飾を施していきます。細かい部分ですが、この部分のデザインにはこだわりました。短くカットしたフロントフェンダーにもリアに合わせた装飾を施していきます。フェンダー周りが形になってきました。溶接部分を平らにしてパテ埋め作業に移っていきます。まずはサーフェイサーを塗ってパテ埋めの下地を作ります。楽しく作業を進めていきます。パテ埋めで溶接部分の段差をなくします。
CC バーにもくぼみを補修するためにパテ埋めをしていきます。フェンダーもパテ埋めで表面がツルツルになりました。再びサーフェイサーを塗ってきれいに仕上げていきます。次はハンドル交換です。ハンドル周りのパーツを取り外していきます。ハンドルはオリジナルで製作せず、既製品を使用することにしました。ハンドルグリップを取り付けていきます。ハンドルに穴を開ける作業も位置をしっかり測って慎重に進めます。ミラーも取り付けてハンドル周りの作業は完了です。次はシートの作業に移ります。株用のシートを加工してオリジナルのサドルシートを製作していきます。まずはシートカバーを取り外します。シートカバーは再利用するので慎重に取り外します。土台となるサドルシートと株用シートを加工していきます。株用シートのベースを熱で変形させてサドルシートに合わせたかっこいいデザインにアレンジしていきます。シートの取り付け位置も調整が必要です。シートの高さやリアフェンダーとのクリアランスも考えながら慎重に位置決めしました。シートを固定するための部品も製作していきます。すべてがオリジナルなので切断や溶接を繰り返して専用部品を作りました。株用シートのスポンジを削って少し薄くした後、スポンジをベースに固定してシートカバーをかぶせていきます。シートカバーをタッカーで固定してオリジナルサドルシートも完成です。次はタンクの加工です。へこんでいたタンクをパテ埋めで補修していきます。並行してリジットサスの本体部分も製作しました。タンクを取り外して塗装の準備を進めていきます。タンクにサーフェイサーを塗り、いよいよ塗装の最終段階です。フェンダーとタンクを黒色に塗装していきます。表面にクリア塗装を施して完成です。メッキパーツにもメッキ塗装をしていきます。ラジエーターカバーにもメッキ塗装を施しました。メッキパーツがすべて出来上がりました。最終の組み付けの前に残った細かな作業を進めていきます。本体フレームの塗装できていない部分を黒色に塗装していきます。溶接が必要な部分も最終チェックで手直ししていきます。車高が下がった分、サイドスタンドも短く加工しました。本体フレームの塗装は他の部品に塗料がつかないようにしっかりと養生して行いました。
いよいよパーツを組み付けていきます。出来上がったパーツの数々を見ていると、約半年間の思い出が次から次に蘇ってきます。思い出をかみしめながら一つ一つパーツを組み付けていきます。I do find a piece of paradise hidden in the weeds when I get to see you in real life. It's just you in real life. Heaven knows I do find a piece of paradise hidden in the weeds when it is paradise. Just be you, love and no one can take away. It's a little more to dance away anymore. Just be you, heaven knows I do find a piece of paradise hidden in the weeds when I just be you. そして完成したバイクにまたがります。ついに完成したオリジナルバイク。世界に一台のオリジナルバイク。今回のカスタムを通じてやっぱり僕はバイクが好きだなって思いました。特にこのカスタムするっていうのが好きだなと思ったので、今後、このバイクをさらに改造するかもわからないし、他のバイクをカスタムするかもわからない、それを YouTube で配信するかどうかもわからないですけども、僕は今後もやっぱりバイクに関わっていきたいし、バイクのカスタムっていうのも時間を見つけてやっていけたらなと思ってます。